皆さん、こんにちは。日本語教師のしょうこです。今回はバケットリストを日本語で書いてみようというテーマで動画を撮っています。皆さん、バケットリストって聞いたことはありますか？バケットリストは死ぬまでにしたいことのリストです。いろんなことがしてみたいなとあると思うんですけど、ちゃんと明確にこれがしたいっていうのを紙にリストにして書いておくと確実にできるようになるので、私はこれとてもおすすめな方法です。今回は日本語で一緒に書いていきましょう。そしてこのリストを作るのに少しジャンルを決めてみました。どんなことについて書くのかっていうのがちょっと決まっていた方が分かりやすいかなと思って、私なりに考えて決めてみました。まずは仕事、スキルについて、そして家族について、旅行について、趣味について、勉強について、友達について、食べ物について、これに沿って一つずつ考えていきたいと思います。まず一つ目、仕事、スキルについてです。皆さんはどんな仕事に就きたいですか？または今のお仕事でこれからどんなことに挑戦していきたいですか？そしてそのために身につけたいスキルは何ですか？私はヨガのインストラクターのお仕事もしているので、もっと体についての勉強をしたいなと思っています。そして日本語教師としていろんな国の生徒の方とお話しできるように語学をもっと勉強していきたいなと思っています。特に今は英語を頑張っています。皆さんは仕事、スキルでやってみたいことは何ですか？紙に書いてみましょう。そして次が、家族についてです。家族、皆さん家族とどんなことがしたいですか？そしてどれくらいの頻度で会ってみたいですか？今、家族と離れて一人で住んでいる人も多いと思います。これからどれくらいの頻度で自分のお母さん、お父さん、兄弟と会っていきたいですか？私は週に1回はお父さん、お母さんに会いたいなと今思っています。そして妹とも週に1回くらいは電話したり、何かお話ししたいなと思っています。皆さんは家族とどんなことがしたいですか？家族と私は温泉に行ったり、旅行に今年は行きたいなと思っています。皆さんもぜひ考えて書いてみてください。次が旅行についてです。旅行、皆さんどんな国に行きたいですか？または今住んでいる国の中で行きたい場所はありますか？私は今ベトナム、タイ、台湾に行きたいなと思っています。この3カ国は私もうすでにリストに書いてあります。そして日本のいろんな場所を行きたいなと思っています。日本で今友達が町おこしでいろんな地域に行っているので、その友達を訪ねていろんなところに行ってみたいなと思っています。皆さん行ってみたい場所はいくつ見つかりましたか？
今思いつかなくても、思いついた時にどんどん書き出していきましょう。次は趣味です。皆さん、趣味はありますか？その趣味でこれからどんなことに挑戦したいですか？私は今の趣味が料理なので、作ってみたい料理をたくさん書いています。今は、肉まんだったり、中華料理ちょっと作ってみたいなと思っています。あとはいろんな国を旅して、その国で見つけた美味しいものを自分でも作ってみたいなと思っています。なので、これからいろんな国に旅行していくたびに作ってみたい食べ物が増えてくると思います。皆さんは趣味でやってみたいこと何がありましたか？次が勉強についてです。ちょっとスキル、仕事と関わってくる同じようなことが出てくるかもしれません。でも今自分が勉強したいなと思ったことあったらぜひ書いてみましょう。皆さんだったら日本語ですかね。日本語の中でももっとこれについて学びたい。例えば漢字をもっと知りたいとか、漢字をもっときれいに書けるようになりたいとか、いろいろ日本語の中でもいろんな項目があると思います。それをぜひ具体的に書いてみましょう。そうすると、実現する可能性がどんどん高くなるので、具体的に書くことはとても大切です。私は今、英語を勉強しています。英語を勉強して、生徒の方ともっと英語でいろんなコミュニケーションが取れるようになりたいなと思っています。英語はシャドーイングで勉強しています。もっともっと発音が良くなるように今頑張っています。皆さんは勉強でどんなことがしてみたいですか？次が友達です。皆さんどんな友達が欲しいですか？そして今あなたにいる友達とどんなことがしたいですか？どれくらい会いたいですか？具体的にどんどん書いてみましょう。私は今私の友達と一緒にいろんな料理を作ったり、絵を描いたり、いろんな場所に旅行に行ったりしてみたいです。旅行に行きたい場所などもどんどん書いていきましょう。今年は私は友達とベトナムに行ってみたいなっていうふうに思っています。こうやって具体的に書いていくと、計画が立てやすいので、とてもいいかなと思います。最後に食べ物です。私は今料理が大好きなので、いろんな国の料理に興味があったり、いろんな国の料理を作ってみたかったり、食べてみたかったりするので、そんな料理をたくさん書いています。日本料理ももっともっと作れるようになって、今教えている生徒の方に、食べてもらいたいなっていうふうに思ってます。食べてみたいもの、そして作ってみたいもの、どんどん書いていきましょう。皆さんはどんな料理が食べてみたいですか？どんな料理を作ってみたいですか？あったらどんどん紙に書いて、その名前も日本語でどんどん覚えて、その料理についても日本語で説明できるようになったらとてもいいですね。こんな風に、バケットリストをジャンルに分けてどんどん書いていくと、自分がどんなことに興味があるのかなだったり、どんなことが好きなのかなっていうのがとても分かってくると思います。
ぜひ、年に1回見返して、書き直したり、もっとここ行きたいなっていうのを増やしてみたりしてみてください。今回はバケットリストについてお話ししました。皆さんぜひ日本語で書いてみましょう。書けた方もしいたら、ぜひ私に教えてください。コメント欄にこんなもの食べてみたい、こんなところ行ってみたいっていう風に書いてくれたら嬉しいです。みんなで、共有できたら楽しいですね。今回も動画を見てくださりありがとうございます。また次の動画でもいろんなことを日本語でお話ししていきたいと思うので、見てくださったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。